サリカラいいの太一です。本日は完全解説9ヶ月で15分10秒から14分15秒までいいのが実際にやった全月の練習を完全公開というようなテーマでお伝えさせていただきます。全体像や概念につきましてはこちらの動画で解説しておりますのでぜひチェックしてください。今回はその実践編です。実際にいいのがどの時期にどんな練習をしていて何を鍛えてどうやって15分10秒から14分15秒まで伸ばしたのか、そして市民ランナーさんがどう真似すればいいのか、ここを具体的に話させていただきます。活用できる内容も多いのでぜひ最後までチェックしてください。タイチャンネルいいのが9ヶ月で15分10秒から14分15秒まで伸びた流れは、有酸素、ヒル、補強期間、スピード無酸素期間、コーディネーション期間、調整期間、この順番になります。この9ヶ月をざっくり分けるとこうなります。3月から4月が学び実践期間、5月から6月が体作り期間、7月から8月が有酸素、ヒル、補強期間、9月がスピード無酸素期間、10月がコーディネーション期間、11月が調整、そして14分15秒を出した期間になります。このような木分けで練習に取り組んでいました。つまり14分15秒はレース直前の練習だけで出たわけではありません。全部練習が繋がって結果を出すことができました。タイチャンネルまず3月から4月です。この2ヶ月は本を読んだり YouTube を見たりしながらもう一度陸上競技についてしっかり学ぶ時間にしました。なぜかというと当時のまま練習を続けていてもまた同じ失敗を繰り返すと思ったからです。早くなりたいという気持ちはめちゃくちゃありましたが、今までの多くの失敗からただ頑張るだけでは強くなれない、そう感じたのでこの時期は学びを優先しました。練習としてはいつもより少し長めにジョグをするくらいにしてました。今までの取り組みを変えて練習計画を作り直していく、そういう期間にしました。タイチャンネル5月から6月、体作り、土台作りを最大の目的で取り組みました。この時期に一番大切にしていたことは走行距離と補強です。今までの速すぎるジョグをゆっくりにして10分から20分、いつもより多く走るようにしました。そして補強、体幹、動き作り、ケア、栄養睡眠、ここをかなり意識して取り組みました。補強を入れたことで今まで感じたことがなかったお尻で支えられる、このような感覚を強烈に獲得できました。なのでこの時期に明らかにランニング感覚がめちゃくちゃ変わりました。この感覚の変わり目がめちゃくちゃ大きかったです。その感覚の違いを感じる練習が400メートル10本でした。今までは68秒の設定できつかったんですが、今まで通り68秒の感覚で取り組んでいたら自然に65秒から62秒になったんですね。ここで補強で作る安定感や感覚作りというものがすごく大切なんだと気づき、さらに学んで取り組むようになりました。皆さんもぜひ今一度補強に目を向けてみてください。補強動画もこれから出しますのでぜひチェックしてもらえるとありがたいです。6月には新スプリントの違和感やふくらはぎの張りもあったので無理に全部やりきることはしませんでした。状態が悪ければスパッとやめるようにしてました。継続と長い目を持って取り組むことを優先しました。主な練習はまだトラックレースに出たいという願望があったので刺激程度に 400m プラス 200m を5セット、設定は 400m65 秒前後で 200m は32秒前後です。 1000m3 本もやっていて2分50の設定で行っておりました。足の状態を加味してこのような刺激練習をしながら状態を見ていました。15キロのペースランニングも取り入れていました。ここで一番大切なのは強くなるためには継続というものが大前提です。継続するためには壊れないことが超重要になりますので、そのために長い目を持って取り組む、計画する、そういう視野を持って取り組むことがすごく大切です。タイチャンネル6月8月です。最大の目的は有酸素、ヒル、補強です。いいのが一番大切だと思った時期にもなります。ここで作った土台が9月以降の試合のための練習で壊れない、吸収できる体に大きく貢献してくれました。具体的な練習は夏休みを利用した一人合宿です。かなりここで走り込みました。黒缶100分ジョグ、午後に芝70分ジョグ、合わせてジョグ後に坂ダッシュ5本から8本、赤インターバル310本などを取り入れておりました。ここでびっくりなことに、このプチ合宿の次の週に1500メートル走ったんですが、3分15秒の自己ベストで走りました。調整は400メートル8本のレペを1回しただけです。なので、継続的に続けていた坂ダッシュの神経刺激、心肺刺激、脚筋力強化の有用性をかな
なり実感しました。そして8月後半の時期に400メートルのインターバル、1000メートルのインターバル、2000メートルのインターバルといったクルーズインターバルを行いました。16キロから20キロ程度の距離走も2、3回入れました。この時期はただ距離を踏んだだけではありません。クロカン、坂、芝生、ロングジョグ、2ブレン、補強、ケア。これらを組み合わせて足作りと有酸素能力を高めました。特に大きかったのはプチ合宿です。1日30キロ台を数日続けて黒缶や坂を使って走る。ここで土台をしっかり作ることができました。市民ランナーさんへの転用はどうしてもこの時期は暑くなってしまう時期ですので、週に1回はゆっくりロングジョグ、月に1回はペースを遅めのロングラン、インターバルよりまずボリュームジョグプラス補強をするようにしてください。ただしここで大事なのは追い込みすぎないことです。ゆっくり継続できる速度で走って刺激と回復、そこのギリギリを攻めて成長をさせていく。そしてこの後の試合のための練習に耐えられる体作りをすることを念頭に取り組んでいきましょう。タイチャンネル9月の大きな目的はスピード無酸素期間です。7月8月に作った有酸素の上にスピードと無酸素能力を乗せていきます。実際にやっていたスピード練習は50メートルのマックス5本から8本を2セット、坂ダッシュを10本、このような短い刺激を行っておりました。ここでの目的は心肺を追い込むことではなく、速く走る感覚を体に入れ込むということを目的に取り組んでおりました。短い距離で速い切り替え、リズム、フォーム、こういったものを丁寧に入れ込んでおりました。無酸素系の練習では LT 走を6000から8000メートル、プラス400メートルを5本、300メートルを5本した後に400メートルを5本、1000メートルをやった後に400メートル8本、そしてその後にペースランニングを3000メートル、こういったメニューを取り入れていました。この時期に大切にしていたことは3つあります。1つ目はスピードを丁寧に入れることです。速く走る練習をしようとするとどうしても全力で追い込むと思いがちなんですが、ここではフォームやリズムをすごく大切に取り組んでおりました。速いけど力まない、速いけど動きを崩さない、この感覚を作るために行っておりました。そして目的や意識のポイントを事前に用意してスピード練習に取り組むようにしておりました。2つ目、乳酸を出してからその乳酸を使う練習をするということです。乳酸を出した後どう使えるかによってマラソンや5000メートルの後半が大きく変わってきます。そして乳酸を使える能力は鍛えないとうまく活用できるようにはなりません。なので意識的に乳酸を出させてインターバルやペースランニングで活用する、このような意識を持って取り組んでおりました。3つ目です。力感の調整力を身につけるということです。例えば400プラス200を N セット、400メートルから300メートルを N セット、こういう練習をよくしていました。ポイント、意識するところは400メートルは8割から8.5 割の力感で、そしてその後200メートル、300メートルでは9割から 9.5 割まで上げる。力感の強弱をつけて取り組んでいました。400メートルでリズムで休む感覚を作る。こういうようなイメージで取り組んでいました。試合はずっと全力では走れません。速いペース帯でもリズムで休む。この感覚はすごく重要なスキルです。後でお話ししますが、脳と体はかなり親密に関わっています。なので、事前にこのような練習を入れて、脳と体をリンクさせて、速いペースをリズムで休める。このようにしておきました。そして、その後の200メートルか300メートルで9割から 9.5 割で動きの切り替えの練習をしておりました。この練習で作っていたのは、中間走の余裕を作ること、ラストで切り替える力を身につけることです。9月はただ速い練習をしていただけではありません。速く走る力、乳酸を使える力、速い中で力感をコントロールする感覚、この3つを作っていた時期にしました。市民ランナーさんがどう取り入れるか。ここで市民ランナーさんにお伝えしたいことは、いいののメニューをそのまま真似するのではなく、何のためにその練習をしているのかというものを考えて取り組んでください。速いランナーさんの練習をかいつまんでも今までの流れがありますので効果が大きく変わってきます。なので市民ランナーさんが取り入れるときはこの3つを意識して取り組んでみてください。1つ目、短いスピード刺激を入れるというところです。具体
的には50メートルから80メートルの流しを4本から8本。10秒前後の坂ダッシュを4本から8本。ジョグ後に100メートル流しを3本から5本。2つ目は、ペース走の前に短い刺激を入れて、乳酸を出した後に使う練習をしてください。具体的には、200メートルを3本から5本出した後にペースをする。1000メートルを走った後に6000メートルのペースをする。のような感じでですね、最初に乳酸を出して、それを使う。そのような練習で取り組んでみてください。3つ目は、力感を変える練習を入れてみてください。具体的には、400プラス200メートルを3セットから5セット。600メートルプラス200を3セット。このような練習を入れてみてください。タイチャンネル。10月の大きな目的は、作ってきた能力をまとめる期間になります。有酸素を作った、スピードも入れた、無酸素も刺激した、それをどう試合変換するのか。それをするのがコーディネーション期間です。実際にやっていた練習は、2000プラス 1000×2 本、10キロのペース走、400×12 本プラス1000、3000プラス 200×3 本、400メートル6本のような練習をしておりました。この時期の目的は、速い動き、長く押す力、中間走の安定、ラストの切り替え、これを試合用にまとめ融合することです。この期間は試合を使って足りない能力を確認する時期でもあります。私自身、10月25日に5000メートルを14分33秒で走りました。この14分33秒で走ったところがめちゃくちゃ大事で、このレースで分かったのは3000メートル以降の失速だったので、スピードは足りていて、LT、CV、中間走の耐久性、レースペースより少し遅いところで粘る力、ここが足りてないことが分かりました。なので、試合後の練習を修正して、8000メートルのLT 走プラス203本、1000メートルを10本入れました。ここで修正して足りない練習に目を向けられたことが14分15秒にかなり繋がりました。レースで失敗した時に気持ちが弱かった、終わらせないこと、そしてどの能力が足りなかったのかを見極めること。そうすることで試合を最高の練習として活用できます。合わせて今までの能力を維持させる練習も取り組んでおりました。市民ランナーさんがどう取り入れるか。一つ目、単体の練習から組み合わせの練習に変えることです。ペース走だけ、インターバルだけ、ジョグだけ。こういう単体の練習をペース走プラス200メートルから400メートルのインターバル、8000メートルのビルドアッププラス流し、1000のインターバルを入れた後にペースランニングというような形で能力を融合させる練習に取り組んでみてください。二つ目がレースやタイムトライアルを確認に使い、足りない能力を発見して、その後の練習に組み込んでみてください。三つ目、足りない能力だけを短期間で修正するということです。レースやタイムトライアルで課題が見えたら全部をやり直す必要はありません。足りないピンポイントの部分だけを2週間から3週間修正していきます。試合前に大切なのは不安で練習を詰め込むことではありません。自分の足りない能力を見極めてレースに向けてまとめていくことです。これができると練習が試合にかなり結びつきやすくなってきます。タイチャンネル。11月です。ここで14分15秒を出しました。ただし、この11月は全部うまくいっていたわけではありません。感覚が悪い日がかなりありました。そして予定していた練習もうまくできない日もたくさんありました。しかし、ここで無理やり追い込んで詰め込むことはしませんでした。具体的にレース前にやっていた練習は1000メートルプラス400メートルを8本、1000メートルを3本、90分ジョグ。そしてレース直前に400メートル8本、64秒です。その翌日に35分ジョグプラス120メートルの流しを4本。さらに翌日に20分ジョグ。そしてレースに臨みました。直前の400メートル8本は追い込む練習ではなく、64秒前後でリズムで走って、最後だけ59秒で体と心肺に刺激を入れました。この59秒が力んで出すというよりは、9.5 割程度で速い動きを力まず入れる程度でタイムを意識して走っておりませんでした。そして11月14日準大記録会5000メートルで14分15秒で走りました。ラップは1000メートルが2分50、2000メートルが5分43、3000メートルが8分38、4000メートルが11分33、5000メートルが14分15秒。1000メートルごとに見ると2分50、2分53、2分55、2分55、2分42。10月の14分33との違いは中盤で崩
崩れなかったことが大きな要因になりました。この走りができたのは気持ちだけではありません。10月に試合を挟んで足りなかった LT と中間走の耐久性を補いました。そして直前に追い込みすぎず余白を持ってレースに臨みました。それが14分15秒につながりました。タイチャンネルまとめです。いいのが9ヶ月で15分10秒から14分15秒まで伸ばした理由は一発のすごい練習ではありません。3月4月で一旦立ち止まり、学び、計画、練習の目的を見直しました。5月6月で補強と体作りをしました。7月8月で有酸素、ヒル、ロングジョグでしっかり土台を作り、9月でスピードと無酸素を乗せました。10月で能力をまとめて、プレ試合で足りない能力を確認します。そして、その後の練習を再設計しました。そして11月に調整して、14分15秒で走りました。全部繋がってます。ここを順番に作れば、試合の結果は大きく変わります。いいのが、14分15秒まで伸ばした理由は、数回の練習をやったからではありません。必要な時期に必要な能力を鍛えたからです。ここが今回一番伝えたかったことです。そして練習メニュー作成の際は試合から逆算して計画と目標設定をする。これが結果を出すために超大事です。すごい選手の練習を真似する必要はありません。自分の目標から逆算して必要な時期に必要な能力をしっかり鍛えていくようにしましょう。コメント欄で練習の作り方や悩みを教えてください。じゃんじゃんその質問、お悩みにお答えしていきます。もし動画が参考になった方はチャンネル登録、高評価していただけるとすごく嬉しいです。メニュー作成やオンラインレッスンも行っていますので、目標を達成したい、結果を出したい、マラソンを完走したい、など、初心者からですね、上級者の方までお気軽にお声掛けください。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。